マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。今日はですね、ツーリングの帰りです。今必死に走っております。本日の走行距離はだいたい700キロぐらいになる予定です。バカだな、俺。明日仕事なのに。でですね、どこに行ったかというとですね、私の住む埼玉県川越市からですね、宮城県蔵王です。蔵王の山の上に、オカマっていうのがあるんですよ。カルデラ湖ですね。もうね、めちゃめちゃ綺麗なエメラルドグリーンのね、水を満々と蓄えたね、ほんと神秘的な湖なんですけども、実はですね、2年前、私がですね、CB650R を所有していた時ですね、その時にですね、行こうと思ったんですよ。それでその時は埼玉からかの聖地といえば、かの聖地福島のですね、磐梯吾妻スカイライン、磐梯吾妻スカイラインを通って、そのまま一般道で蔵王エコーラインっていうですね、そちらを目指し、エコーラインの頂点から蔵王ハイラインっていうのを走って、そこ有料なんですよ。それでね、オカマの展望台に行くっていうね、そういうルートを計画して行ったんですが、その時もね、実はね、冬季閉鎖するんですよ。で、そのね、4日ぐらい前に行ったんですね。で、その時はっていうか、9月、10月ぐらいから夜間通行止めになるんです。このエコーライン、ハイラインは。それが17時なんですよ。エコーラインが。だから、磐梯吾妻スカイライン通っても、間に合うだろうと、坂をくぐって行ったわけですね。そんで、ギリギリというか、4時15分とか20分とかに、そのハイラインの入り口に着いて、よかった、間に合ったなんつって、それでですね、ハイラインに入ろうと思ったらですね、ゲートにバリケード貼られてるわけですよ。で、なんじゃこりゃって思ったら、エコーラインは17時まで通行できるんですが、ハイラインは16時で通行が終わってしまうんです。で、もうですね、打ちひしがれまして、で、泣く泣く帰ったんですよね。で、あの時めちゃくちゃ紅葉綺麗で、めちゃくちゃ天気良くて、で、そのまま山形に一般道で抜けて宿泊して帰ってくるっていうね、そういうツーリングをしました。そこからね、バイクが CB650R から VFR800X になりまして、で、ふと思い出したんですよ。本当に3日ぐらい前に。そう思えば、蔵王エコーラインって、いつから冬季閉鎖に入るんだべと。そうしたらですね、なんと、本日です。11月5日。今日は11月5日です。今日がですね、蔵王エコーライン2024年最終日なんですよ。それで、マジかと。で、今日休みがあったので、行ってしまえというところでですね、突然決まったのでね、明日も仕事なんで、もうスパーッと行ってスパーッと帰るっていうね、距離幅、変態ツーリングをやってるわけでございますけれども、そのね、今、私の距離幅ツーリングの相棒となっているのがですね、この VFR800X 君でございます。もうね、素晴らしいバイクです。そしてですね、もう、これから先にね、
絶対に作られないであろうというね、機構を持っています。V 型4気筒 VTEC で、この VTEC っていうのもですね、車の VTEC っていうのがですね、カムシャフトをですね、高速側に切り替えるんですよ。カムですね、ハイカムに切り替わるんです。なので、ずっとこう VTEC でいうとこう4バルブで走っていて、で高速側ある一定の回転数いくとリフト量が上がって高速側のカムに切り替わるというシステムです。ただバイクはですねシステムが違うんですよ。でバイクの VTEC はどういうシステムかっていうとですね、なんとですね4バルブと2バルブを切り替えています。ということはですね、今4090キロ、100キロぐらいで4500、600回転なんですけど、この回転数だと2バルブで走ってるんですよ。そんで VFR800X の場合には6500回転ぐらいを境に4バルブに切り替わります。で切り替わった瞬間に音がカチーンと変わるんですよね。でですね、ホンダドリームの担当から言われたのは、実はですね、ずっと2バルブで走れちゃうんで、そうすると高速側のバルブが開かないので、たまには回してくださいと。そうしないとカーボンとか溜まってしまいまして、排ガスが取らなくなる可能性がありますと。なので、高速乗った時だけですね、一般道じゃ絶対に開けられないんで、6500回転なんて。なんで高速乗った時とかに、ちょっとこうシフトダウンして、高速側のバルブを開いて、でですね、排ガスをクリーンにするというような感じでですね、VFR はクリーンに乗るコツというのがね、やっぱりあるんですね。それでなんだ。このね、素晴らしい VFR800X 君にもですね、ウィークポイントっていうのがあるんですよ。ウィークポイント。バイクっていうのは、1台で全て夢が叶うってことはないんですよ。例えばね、僕はクロスカブを持ってるんですけども、クロスカブはね、素晴らしいバイクなんですけども、やはりウィークポイントといえばやっぱりね、原付2種ですから、高速乗れませんね。それから、原付2種の中でもやっぱり遅いです。ただ、僕は速く走らせられますけど、気合の右手があるんで。それはあんまり気にしてないんですけどね。ブレーキ効かないとかいう人もいるけど、僕は全然気になってないんで。で、VFR800X 君のですね、最大の特徴といえばですね、ロングツーリングの快適性なんですよ。ただ、それと引き換えに、ウィークポイントっていうのがあるんですけれども、まずね、やっぱりこう長距離行けるバイクってこう、アイポイントが高い。これね、疲れない要因としては結構大切なんですね。なので、シート高高いです。825?830 かな。そんでローポジション、シートのローポジションがあって815になってます。ただね、僕はそんな気にならないです。片足つけばなんとかなるんで、そんなに気にならないんですが、気になる方は気になるんじゃないかなというシート高ですね。トレーサー 9GT とか、あの辺と同じぐらいのシート高だと思ってもらえればいいかなと思います。そしてですね、次のウィークポイントが、各操作系の重さです。クラッチ、激重。激重です。そしてアクセル、激重です。このね、ワイヤーのアクセル。だから僕はこれしないとダメですね。ハンドルアシスト。ハンドルじゃないよ。スロットルアシストがないと僕も無理です。重いわけだわ。そしてですね、なんと言ってもですね、最大のウィークポイントといえば、重量でしょうね。250何キロなんですけど、正確に何キロだっけな、忘れちゃった。250何キロあるんですよ。
なんですけど、いや、重く感じるよ。特に、この前ね、アフリカツイン、ただ無印なんで240キロ台だけど、あれをね、取り回した時の感じよりも、全然重い。重心が高いのかなっていう感じもするんだけどね。とにかく重たいです。そんで、重たいのなんか、若い時しか乗れないから、じじいになったら乗れなくなっちゃうから、だからもう重たいだろうが足つかなかろうが、とりあえず乗っちゃおうと思って、僕は CB650R から乗り換えたんですよ。その CB650R のね、ポジションのきつさっていうのもね、ちょっと嫌になってたんだけどね。そんでね、1年半ちょい、車検も通ってね、乗ってるわけですけど、約4000キロで受け取った走行距離も、今ね、1万2000キロです。だから僕のとこに来てから何キロ走ったのこの子は。約8000キロぐらいですかね。で、結構ね、仲良しになりつつあるんですよ。もうなったと思うんですけど、最近ね、レンタルバイク出たもの勝負で、ちょっと軽いバイクを乗ろうとしてるの。原付2種とかね。そんで、X フォースとか乗ったし、いろんなの、今年スクーター結構乗ったな。それからこの前は CRF250L 乗ったんですけど、あとこの前ね、R15、R125、両方乗りましたけど、まあね、軽いわけだ。そしてですね、こいつを乗るとですね、もう地獄のように重いわけだ。もうね、嫌になっちゃうぐらい重いわけね。で、今日も朝出かけるときに、自分の車庫からですね、こうバックでこう出すんですけど、で、バックで出したところにね、なんていうのかな、ちょっと縁石っていうか、あるわけよ。で、そこでちょっとグラッと来て、よくあるでしょ縁石越えるときにグラって。で、それがたまたま自分の方に来たわけよ。だから助かったわけね。あれ反対行ってたら、もう絶対倒しちゃったわけよ。自分の方に来たからグイってこうね、腰で粘って、なんとかなったんだけど、やっぱ重いんだわ。なんとかなったけどね。そんでやっぱりCRF250 の軽さよ。あれを感じちゃったらさ、もうなんか嫌になっちゃってきて、これ。じゃあ CRF250L がいいかって言ったらさ、いやでもさ、マサチャンネルの使用用途に合わないでしょ。僕高速乗れるバイクに求めることって1日700キロとか走っちゃうような長距離性能を求めてるわけよ。だからさ、長距離性能を求めてるからってさ、CRF250L ってことはないでしょ。確かにCRF はめちゃめちゃ高速道路快適に走れるのよ。ハイギアだしね。本当によく走るんだけど、じゃあ、それ用に乗りますかっていうバイクじゃないじゃん。で、じゃあ、アドベンチャーですかと。いやーなんか最近さ、今日なんかも、結構ね、寒いけどバイクすれ違ってんだけど、アドベンチャー多いね。アドベンチャーワールドって感じだよね。本当に。アドベンチャーワールドしちゃってるから、なんか今更アドベンチャーかよってちょっと思っちゃったりとかもしてんだよね。で、CB650R を買ったわけだよ。けど結局ポジションきつくてダメになっちゃったわけよね。だからなんかどうなんだろう、もっとこの車体で軽いのがないかなっていうふうに考えると、やっぱりミドルクラスでしょ。で、ミドルクラスとさ、アドベンチャーってさ、もうさ、ブイスト650か、ベルシス650かってもう、決まっちゃってんだよね。そしたらね、絶対俺ベルシス買うもん。絶対 V スト買わない。いっぱいいるから。めちゃめちゃいいバイクだと思うけどね。で、またさ、ベルシス650のツインエンジン、パラレルツインの Z650 とかに乗っかってるエンジン、めちゃくちゃ良かったしね。で、川崎のバイク最近すげえいいなと思ってたりとかするのもあるし、
それからテネレ700、テネレ700もいいよね。ヤマハさんとのね、お付き合いもできてないんで、一回も。ただね、この前アフリカツイン乗って、シート高870ミリですよ。やっぱね、重たいバイクのね、870はきついな。きつい。テネレはね、200キロちょいしかないから、トランザルプと同じぐらいなんで、トランザルプよりちょっとシート高は高いけど、なんとかなるかなっていう感じはするけどね。でもなんかわざわざさ、例えば VFR800X を買い替えるとしてよ、軽いバイクっていうのはわかるけど、でかいバイクにすることねえのかなと思って、ただやっぱり、大型では痛い。400cc 以上。それでコンパクトでアドベンチャー的なバイクって、いや、ないのよね。ほんとないのよ。だったら、新しくなったロイヤルエンフィールドのヒマラヤとか、ああいうのがいいのかなとかって思ったりとかするし、外車も乗ったことがないんで、一回乗ってみようかなっていう気もあるんですけどね。でもね、まだ車検取って半年、そんなにね、嫌でね、売るわけじゃないんだけど、ね、ガード類もつけちゃったしさ、マフラーも変わってるしさ、もうほんとこれビッカビカなのよ。すげえ程度いいと思いますよ。ほとんど高速道路しか走ってないし、エンジンもめちゃめちゃ調子いいと思う。実際ね、車検の時にこんなに排ガスがクリーンな VFR800X は見たことがないっていうぐらい排ガスクリーンだったし、っていうところも含めてね、今、やっぱりこの VFR800X 見ると、ちょっと値段上がってるかなって感じもするんだよね。この前の方でもね、100万ぐらいするし、この方ですごく程度が良ければ120万ぐらいするんじゃないかなと思うんだよね。なので、あと1年ぐらい乗って、程度がいい状態で、オークション等で高値で売れれば売ってしまい3桁で、それで次のバイクに行くっていうのはいいけどかもしれないね。だけどね、具体的にこれが欲しいっていうのが思い浮かばない今、いや、VFR800X 重くて無理なんだよねって言ってもね、欲しいバイクはないから買えないからね。っていう感じですね。やっぱりね、バイクはもう本当に最終的に全部夢は叶わないから、ただ僕の使用用途に VFR800X が合ってるっていうのは確かに合ってるとは思います。っていうところも含めてね、今後の VFR800X の動向もですね、皆様気にしていただけるとよろしいかなというふうに思います。そしてだ、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。それでは、マサチャンネル、これにて、さよなら。